はい、どうも、こんにちは。今日はですね、またカメラについてお話をしていきたいと思います。いやー、ついにですね、やってしまいました。こちら、ソニーシネマライン FX3 を購入しちゃいました。はい、ということでね、ついにやっちゃいましたよ。買っちゃいました。FX3。発売がですね、2021年で、もうすでにね、3年以上前のカメラではあるんですけれども、今更ながらね、買っちゃいました。すごくね、有名なカメラでございまして、正直ね、もう多くの YouTuber さんが、詳しくね、機能の紹介だったりとか、設定とかについていろいろお話しされてるんで、今日はその辺をね、お話はいらないかなと思っていまして、ただ、あえて、今このカメラを購入した理由っていうところをお話ししておけばですね、今購入検討されてらっしゃる方にね、ちょっとでも参考になるんじゃないかなと思いまして、動画にね、しようかと思っております。こちらのチャンネルではこういった撮影機材の話だったりとか、デスク周りのガジェットとかをね、ご紹介しているチャンネルでございます。ぜひ最後まで見ていただければ幸いです。はい。ということで、早速ですね、自分がこの FX3 を選んだ理由っていうところをね、お話をしていきたいと思います。ざっくり言うとですね、2つほどかな、理由がありますね。まず1つ目の理由がですね、E マウントの動画機が欲しかったというところが理由になります。はい。実はですね、ソニーに関してはこの α7C2 を購入してまして、正直なところ言うと、UI とかがめちゃくちゃいいとはならなかったんですけれども、やっぱりね、ソニーのオートフォーカスがめちゃくちゃいいなと思いまして、α7C2 でね、ために E マウントをちょっと買い始めたので、それだったらマウントを揃えて、いろいろと E マウントのね、レンズを揃えてですね、長く使っていこうかなと思いまして、今後ね、新しい機種とか、α7、5とかがね、ちょっと噂されている中で、本体切り替えても E マウントはね、ずっと長く使っていけるかなと思ったんで、そこを統一していくっていうところも踏まえてですね、E マウントに完全移行したという形でございます。もともと自分は、L マウント、ルミックス S5 Mark II を使っていたんですけれども、完全にですね、今回はこちらの E マウントに移行するという決意のもとですね、E マウントカメラを2台ね、揃えたんですけれども、同じマウントのカメラのね、2台体制ってね、すごく便利だなと思っています。レンズもね、共有できるし、交換できるからね、同じ E マウントで。あとね、色味とかが2カメとかするときにね、同じクリエイティブルックだったりとか、同じログ撮影でできますので、そういった面で色味を揃えることができるので、やっぱね、いいなと思いました。そういった面でね、同じマウントで揃えたかったっていうのもありますね。やっぱりですね、もともとこの使っている α7C2、動画も写真もどちらも使えて、しかもコンパクトでっていうことですごく使い勝手がいいんですけれども、やっぱ動画のメイン機、長回しができるメイン機っていうのがちょっと欲しかったんですよね。はい。そういったところもあって、いろいろと探してたんですけど、で、このメイン機の自分の中での条件というか、こういう機能が欲しいなっていうところがいくつかありまして、それが交換体制のあるモデル、暗所性能に強いカメラですねっていうところと、あと長回しに対応できるファンを内蔵したモデルというところ、あとは豊富なね操作系統っていうところでいろいろと探しておりまして、で高感度体制のモデルに関しては同じセンサー積んでるね α7S3 だったりとか ZV-E1 なんかも候補にもあったんですけど、やっぱね内蔵ファンが欲しかったんですよね。はい。ということでやっぱりね、そうなると必然的にもここにねたどり着いちゃうんですよね。で以前使用していた Lumix S5 Mark II も動画性能良かったですし、あとファンも内蔵してねすごく良かったんですけど、どうしてもちょっとオートフォーカス性能と、あと暗所性能がですねちょっとだけ自分の用途の中ではね不満がありまして、それで今回ね FX3 に買い替えたといったような形になりますね。結果的にね、結果的に本当は FX3 買うとは思ってなかった思ってなかったんですけど、ソニーのちょっと良さっていうのを体感した上で、やっぱ動画をねしっかりと撮る、がっつりやりたいってなった時にもうここにたどり着いたって感じですね。はい。
それはね、値段が Lumix S5 Mark II に比べると倍ぐらい違うんだから、性能良くなって当たり前だろうと言われるかもしれないんですけれども、確かにね、Lumix S5 Mark II ってボディが約24万円ぐらい。FX3 なんとですね、本体で約47、8万、48万ほどとなっていて、約2倍の価格差になっていて、めちゃくちゃ高いんですけど、ただですね、実は FX3 ね、高いんですけど、安いんですよ。何言ってんだこいつと思われるかもしれないんですけど、これがね、今更ながらこの FX3 を購入した理由の2つ目になるんですけど、本体価格自体は高いんですよ。もう48万もするんで高いんですけど、ただ、リセールバリューを踏まえると、実はね、安いんですよ。実質安い。これ何かというとですね、2023年発売された Lumix S5 Mark II、今ね、価格見てもらえれば、約ね、21万前半になってるんですよね。価格推移とか見てもらうと、もうずーっとやっぱ安くなっていって、1年ちょっとでもう3万円ぐらい値下がりしてるんですよ。他にも Lumix の S9 とかね、すごくコンパクトで話題になりましたけど、これなんかもう今17万、そうですね、17万ぐらいとかになってて、ちょっと今ブラック戻ってるけど、17万ぐらいまで落ちてたこともあって、出たばっかりだよ。だってこの6月に出たばっかりでもうですね、2万円ぐらい値下がりしてるわけなんですよ。ルミックスのカメラってすごくね、コスパ良くて、動画性能も良くて、で、レンズも安いんでね、トータルコスパとしてはすごくいいんですけど、結構ね、早めに値崩れしちゃうというか、じゃあ、今使ってるカメラを売って、新しいカメラに乗り換えようって時に結構ね、その買い取り価格みたいなもの、市場価値みたいなところが、ね、下がっちゃってる傾向がちょっとあるのかなと思っています。それこそ Lumix S5 Mark II の全機種である S5 とかがですね、これは2020年の9月にね、発売されているんですけど、もうね、価格でいくと9万ぐらい値下がりしてて、もう 40% 近く落ちてるんですよね。これもだから24万ぐらいだったのが15、6万ぐらいになってるんで、って考えると、カメラをね、使ってて3、4年後ぐらいに新機種が出たとして、買い替えるってなった時に、24万で購入したものが、例えば15万ぐらいで売れたとしましょう。Lumix S5 Mark II。これ見るとね、もう今時点で14万とかになってるわけなんですよ。買い取り価格が。って考えるとですよ、24万円の新品で買ったとしてですね、ちょっと今安くなってる22万ぐらいで買ったとして、で、これ売ったらですね、14万ぐらいで、差額で考えると、だいたい8万から10万ぐらいっていうところで、そのカメラを8万から10万ぐらいで使えてたっていう、そんな考え方ができると思うんですよね。逆に、このソニー FX3、今ね48万ぐらいします。なんですけど、買い取り価格は35万ぐらいなんですよ。全然ですね、市場価値落ちてなくて、それこそ S5 と同じぐらいの時期に出ているカメラなのにですよ。価格推移とか見ても、2021年3月に発売した時45万円で売られてたんですよ。でそれが今48万になってると、差額、2万から3万上がってるんですよ。おかしいですよね。いや、これね、だから買う方としてみれば、いや、なんでこんな高いんだよってなるんですけど、ユーザーになってみると、この市場価値が落ちてないっていうのは、実はすごくステータスというか、メリットなんですよね。なぜなら、売るときに高値で買い取ってもらえるから。で、そうなるとですよ、48万で買ったとしましょう。なのに、買い取りは35万で買い取ってくれますと。その差額で考えてみたら、10万から12、3万ぐらいとかになるわけですよ。って考えると、あれ ?Lumix S5 買って売った時と、FX3 買って売った時の差し引きした価格って、そんなに変わんないんですよ。2、3万ぐらいの差なんですよね。って考えると、安くないめちゃくちゃ極論ですし、市場価値なんてね、変動するものなので、これが担保されているわけではないんですけど、ただ傾向としては、ソニーの
カメラって中古でも全然安売りされてないんですよ。例えばですけど、自分が購入したこの α7C2 の前機種である α7C、 もうね型落ちモデルになっているはずなんですけど、なのに今ねまだ新品価格18万円で売られてます。元値が20万だったのか、2020年に発売されているモデルなのに2万5,000円弱。この値下がり率どうなってんのってなりませんか？だってもう2出てんだよ。2出てるのに C 初代がまだ値下がり率 10% 弱ってどういうことってなりません？ルミックス S9 もう発売して半年も経たずに2万円近く下がってんだよって考えると、やっぱりねそういう面で言うと高いけど安いんですよいやもちろんねデメリットというか初期のコストがかかるっていうところはもちろんデメリットとしてありますよ。ありますし、あとねレンズも高いんですよ。純正レンズ、やっぱね手ブレ補正とかをしっかりね使いたいってなったら純正レンズがいいというふうに言われているので、純正レンズ欲しくなるんですけど、純正レンズもねまあ高い。ソニーはまあ高いっすわ。ルミックスの純正レンズはだいぶねやっぱね良心的、はい、なので、いわゆる最初に購入するミラーレス一眼としてすごくねおすすめできるのは間違いないですし、すごくいいカメラではあるんですけど、よくよく考えてみると値段ってというか実質的な、負担する金額ってそんなに変わらないなっていうところがあって、それだったら自分の今の用途に合うそのオートフォーカス性能だったりとか暗証性能だったりとか、その辺がしっかりと叶う妥協ない1台を使っても全然元を取れるなというふうに思いまして買っちゃいました実はもうすでにですねこちらを使って何個か動画とか撮影させてもらってまして、最近それこそねレバーレスアケコンの DRMFTG さんのアケコンとかのですねプロモーションムービーなんかもこちらで撮影させていただいてますし、やっぱね使い勝手いいですね。 YouTube とかでも今ちょっとねこれ富士でソニーの話をしたかったんで富士で撮ってますけど、やっぱ YouTube の撮影とかもね使わせてもらってまして、めちゃくちゃやっぱりオートフォーカス早いですし使い勝手いいかなと思います。でもう最大の目的としてはこれでねイベントとかに行ってちょっと薄暗い環境とかでもしっかりノイズ少なくですね撮影できるというところで、今後ねそこで絶対役立ってくれると思いますし、やっぱね長時間長回しできるっていうのがねすごくいいなと思っています。正直オーバースペック感はありますし、使いこなせるのかと言われたら FX3 の機能のうち何割使えてるかってわからないぐらいねまだまだ全然使いこなせてはないとは思うんですけど、ただやっぱりですね業界的にもすごく評判のいいカメラで、いわゆるプロの現場で使われているようなカメラではあることは間違いないので、というところもしっかり、覚悟を持ってちょっと映像を今後頑張っていきたいなと思いもあってですね購入させていただきました。今ねソニーさんから新しいカメラの、今後ね発表されるであろうカメラっていうのがいろいろと噂が立っていまして、後継機が出るんじゃなかろうかみたいな噂は出てるんですけれども、個人的には全然遅くないというか、むしろね今買うべきカメラなんじゃなかろうかと思って自分は購入したので、やっぱり欲しい時がね買い時なんですねって思いました。はい。いやわかんないよ。これがもしかするとねこの 2,3 年後に、もう全然違う革新的な技術がね新しいカメラが発表されて、もうこんな古いカメラなんて誰も使わないよみたいなことになる可能性もありますよ。もちろん技術の進歩すごいですから。ただ向こう数年は自分多分ねこれで十分な映像は撮れると思うので、自分の用途からするとね全然十分というかオーバースペックです、はい。だから今この2024年に買うのが迷ってる方もうね欲しいならね買っちゃった方がいいよっていう風に思います適当な話になっちゃうけどね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうすごくねちょっとあんまりね中身のなかった話かもしれないんですけれども、個人的にねちょっとこちら購入しましたよっていうご報告とですね、自分の中でなぜ購入したかっていうところをね共有させていただきました。全然違う意見もあると思いますし、いやいやそんなことねえだろうという反対意見もあるかとは思うんですけれども、自分はね
さっき言った内容で、納得して購入したものでございますので、しっかりと使い倒して、今後ね、スキルアップもどんどんしていければなと思っています。なので、自分の判断というか、考え方がね、ちょっとでも参考になれていれば嬉しいです。こちらのチャンネルでね、この話だったりとか、デスク周りのガジェット類の話とかをさせてもらっているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますとすごくね、モチベーションになりますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。